こんにちは。東映新薬の本谷仁です。私たち東映新薬はブラジルで露地栽培したアガリクスを扱っております。アガリクスはその免疫増強効果からがん患者さんにご利用いただくことが多いキノコです。がん治療の三大療法の一つとして抗がん剤治療がありますが、抗がん剤によって脱毛や消化器障害、白血球減少症などさまざまな副作用が発生し、治療の継続が困難になるケースがあるかと思います。この動画では先日東京薬科大学と共同で発表した国際論文をもとに露地栽培アガリクスの抗がん剤の副作用軽減効果についてご紹介いたします。ぜひがん患者さんを対象とした新製品開発もご参考にしていただければ幸いです。なお、この動画は商品の販売を目的としておらず、一般の方向けには公開はしておりません。学術情報としてご紹介しておりますので、あらかじめご了承ください。ここからはスライドを使ってご紹介いたしますが、データのご紹介の前にアガリクスについての確認です。アガリクスは南米ブラジル原産の薬用キノコです。地中の栄養素をたっぷりと吸収して育つため、産地や栽培方法の影響を大きく受けます。ブラジルなど土地の肥えた場所で栽培されたアガリクスは栄養価が高くなり、一方、土地が痩せたところで栽培すると栄養価が低いアガリクスになります。栽培方法のご紹介ですが、現在、天然のアガリクスはほとんど取ることができず、栽培方法としては、露地栽培、ハウス栽培、そして菌糸体のタンク培養があります。まず、菌糸体のタンク培養についてですが、アガリクスなどのキノコ類は、普段食べる子実体と言われる部分と、キノコの根っこにあたる菌糸体と言われる部分に分かれます。タンク培養は、この菌糸体を人工的にタンクで培養する方法で、生産が簡単なことから、一時アガリクスがブームになった時に日本で行われていました。しかし、安全性、有効性に関するデータが少ないことから、現在では菌糸体のタンク培養はほとんど行われておらず、主な栽培方法は露地栽培とハウス栽培の2種類に分かれます。露地栽培は天然のアガリクスに最も近く太陽の下で行われ、土地の肥えた原産地ブラジルでのみ行われています。アガリクス本来の大きさにまで非常に大きく育ち、こちらの写真はブラジルの農場視察に私が行った時の写真ですが、すべて根っこの部分でつながっており、一つ一つのキノコが私の顔と同じくらいの大きさにまで育っていました。一方、アガリクスの一般的な栽培方法であるハウス栽培は、日本、ブラジル、中国などで行われ、人工的な暗い小屋の中で日光を遮って栽培され、サイズも大きくは育ちません。この露地栽培とハウス栽培のアガリクス、サイズの差を比較すると、その差は歴然です。栽培方法、産地によって栄養成分や作用がどのように違うかを比較すると、ブラジル産の露地栽培と日本産のハウス栽培アガリクスに含まれるビタミン、ミネラルを比較すると、露地栽培アガリクスは日光を浴びて育ちますので、ビタミン D を非常に多く含みます。その他、ブラジル産露地栽培には、カルシウムが26倍、銅が10倍、鉄分、セレンなどを豊富に含みます。また、産地栽培方法によって抗酸化活性にも違いが現れてきます。ブラジル産の露地栽培アガリクスの抗酸化活性は、同じブラジル産ハウス栽培の約 1.5 倍。また、一般的な日本産のハウス栽培アガリクスの5倍以上となっております。後ほどご紹介しますが、この産地栽培方法による栄養成分、抗酸化活性の違いが効果の面で大きな違いとなって現れてきます。それではここからは露地栽培アガリクスの抗がん剤の副作用軽減効果についてご説明いたします。まず今回、アガリクスの抗がん剤の副作用軽減効果に関する試験を行った背景です。アガリクスはその免疫増強作用が注目されており、がん患者さんに広く利用されています。アガリクスをお飲みのがん患者さんの中には、抗がん剤を一緒に飲まれている方も多く、患者さんや抗がん剤を処方されている先生方から、吐き気や脱毛などの抗がん剤の副作用が軽減しているといったお声を多数いただいていました。そのような中、私たちの露地栽培アガリクスに関して、東京薬科大学免疫学教室と共同で、シクロフォスファミドによる白血球減少症からの早期改善効果を確認しています。こちらがそのデータになります。
縦軸に白血球数を見ており、アガリクスの抽出成分を経口投与することで、一度シクロフォスファイドによって低下した白血球数がコントロール群に比べ早期に回復しています。しかし、このデータは古く未発表のデータでもあるので、再度ロジサイバーアガリクスの抗がん剤の副作用軽減効果を検証いたしました。それでは今回のデータのご紹介です。このデータは東京薬科大学免疫学教室で行われ、ロジサイバーアガリクス KA21 株の抗がん剤の副作用軽減効果として薬用キノコに関する国際ジャーナルに2020年に入って掲載されました。こちらが今回の試験デザインです。今回は人の外来化学療法を想定し、広く利用されている 5FU を対象薬として、投与量は臨床上では最大量を用いています。マウスをアガリクスの入っていないコントロールの餌、一般的なハウス栽培アガリクスが 3% 入っている餌、ロジ栽培アガリクスが 3% 入っている餌の3群に分け、5FU を経口投与で5日間連続投与し、副作用の発現状況を評価しました。なお、アガリクスはどちらもブラジル産で、餌に入っているアガリクスの 3% といった量は、現在販売している弊社のアガリクス製品の体重あたりの1日摂取量と同じに設定します。つまり、臨床用量と同じように設定しています。5FU の副作用の指標としては、骨髄抑制から生じる白血球数の減少や、腎障害は尿タンパク、消化管障害は体重減少や下痢、腸管の長さを評価しました。また、脱毛モデルマウスでは、5FU 投与初日に腹部を低毛し、その後、体毛が生えてくるかを観察しました。試験結果をそれぞれご紹介します。まず見た目に大きな違いが現れました。写真は 5FU 投与の19日後の写真ですが、コントロール、ハウス栽培群に比べ、ロジ栽培群は毛並みが維持されていました。抗がん剤治療において脱毛といった見た目の変化は、特に女性にとっては著しい QOL の低下につながります。そのため、未然に脱毛を抑えるといったことは、患者様の QOL を維持するといった点で大きな意義があるかと思われます。こちらは抗がん剤投与による生存率です。このグラフは縦軸に生存率を表しています。今回の試験では、抗がん剤治療による生存率にも違いが現れ、ロジ栽培群、ハウス栽培群ともにコントロール群に比べると、抗がん剤による死亡リスクを低減していました。続いて、消化器症状にご紹介に移ります。消化器症状ではまず、下痢の発生頻度を評価しました。左から70% 以上下痢が発生しているのがコントロール。ハウス栽培群が 50%、ロジ栽培群が下痢の発生頻度が最も低いといった結果となりました。5FU によって高頻度で引き起こされる下痢ですが、アガリクス投与群、中でもロジ栽培群ではこの下痢の発生を予防することが明らかとなりました。続いて、体重減少に対するアガリクスの作用を解析しました。コントロール群、アガリクス群ともに 5FU 投与日から急激に体重が減少し、9日目に体重減少が最大となり、その後回復してきました。最終日において、ロジ栽培アガリクス群は 5FU を投与していない健康なマウスと同じレベルにまで体重が回復しましたが、ハウス栽培群、コントロール群はともに回復が小さいといった結果でした。これらの結果から、ロジ栽培アガリクスは 5FU 投与による体重減少からの回復を促進したと考えられました。続いて、食事の摂取量です。5FU 投与によって体重が最小になる9日目までの餌の摂取量を測定したところ、ロジ栽培アガリクス群の餌の摂取量がコントロール群と比較して多かったことが分かりました。この食欲低下や体重減少には、消化管のダメージが影響していることが考えられたため、消化管障害の解析を行いました。消化管に障害が起きると、消化管の短縮が起きるため、この消化管の長さを障害の指標としました。こちらがコントロール、ハウス、そしてロジ栽培です。データとして集計したこちらの左のグラフが小腸の長さ、右が大腸の長さですが、どちらもコントロール、
ハウスに比べ、露地栽培群が腸管の長さを維持していました。すなわち、露地栽培群に抗がん剤による消化管障害の保護作用が確認され、このことが食欲の維持、体重の回復につながったと考えられます。次に、白血球減少症です。5FU 投与開始日から白血球が減少し、骨髄抑制が起きている様子が確認されました。その後、12日目を境に白血球数が最小値となりましたが、最終日である19日目は、露地栽培アガリクス群において、白血球数の回復が認められました。白血球数が回復しないと感染症のリスクにもなりますし、次の抗がん剤投与の延期や減薬など、治療計画の変更や中止にもつながります。白血球数の早期回復は、治療そのものを継続する上でも重要な要素かと思われます。こちらの図は腎障害の様子を表しており、尿タンパクを見ています。コントロール群とハウス群では、著しく高い尿タンパクの値が検出されましたが、露地栽培アガリクスは尿タンパクの抑制が見られ、正常値に近い値となりました。これらのことから、露地栽培群は腎機能障害を予防することが示されました。一度腎障害が発生すると、有効な手立てがほとんどないことから、抗がん剤による腎障害を未然に防ぐことは臨床上非常に重要かと思います。ここまでアガリクス摂取による脱毛の抑制、消化管障害の保護作用、白血球減少症からの早期回復、腎障害の保護作用についてご紹介いたしました。最後に脱毛モデルマウスのデータです。5FU 投与初日に腹部を低毛し、19日後にどの程度脱毛から回復するかを見ました。こちらがコントロール、ハウス栽培群、露地栽培群です。コントロール群ではほとんど回復しませんでしたが、アガリクス群では脱毛からの回復が認められ、中でも露地栽培アガリクス群は脱毛からの回復を促進していました。はじめの方にご紹介しました抗がん剤による脱毛を抑制したといったデータと合わせ、一度抗がん剤によって脱毛してしまった場合でも、露地栽培アガリクス摂取により脱毛からの早期回復が期待されます。がん患者様、特に女性にとって脱毛の抑制、早期回復は QOL の観点から非常に大きな影響を与えると考えられます。まとめのスライドです。今回は 5FU を対象にアガリクスの摂取による抗がん剤の副作用軽減作用を検証しました。コントロール群に比べアガリクス群で抗がん剤の副作用軽減作用が確認されました。アガリクス群で比較すると骨髄抑制、脱毛、腎障害、消化管障害、食欲低下、体重減少において露地栽培されたものが強力に副作用のリスクを低減することが示されました。抗がん剤の副作用軽減作用の基準としては、アガリクスの強い抗酸化活性や含まれる豊富な栄養成分の摂取が考えられますが、露地栽培とハウス栽培との作用の違いに関しては、冒頭でもご紹介しました抗酸化活性の違いが影響を与えていると考えられます。今回は 5FU を対象とした試験でしたが、シクロホスファミノでも同様な結果を示しており、露地栽培アガリクスの強い抗酸化活性、豊富な栄養成分の摂取は、その他の抗がん剤による副作用軽減にも有用である可能性が示唆されました。抗がん剤の副作用を予防、抑制することは、治療を受ける患者様の QOL の維持に大きく貢献でき、また抗がん剤治療そのものをスムーズに行い、期待した治療成績を得る上でも非常に重要です。露地栽培されたアガリクスの摂取は、抗がん剤治療のサポートに有用であると考えられます。以上、露地栽培アガリクスの抗がん剤の副作用軽減効果についてご紹介いたしました。ぜひ、がん患者さんを対象とした新製品開発の参考情報としてお役立てください。何かご質問などがございましたら、こちらまでお気軽にご連絡ください。最後までご覧いただきありがとうございました。